こんにちは。日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日はこの食べ物のお話をします。はい、写真を見てください。わかりますか？何か。食べたことありますとか、自分で作れますという人もいるかもしれませんね。そうですね。自分でも作れますよね。はい。家でも作れますよ。はい。名前は何ですか？この食べ物の名前。そうですね。お好み焼き。そうです。お好み焼きです。はい。これはお好み焼きです。はい。最近日本の食べ物の中ですごく人気がありますね。お好み焼き。もう日本の食べ物といったら寿司。だけど寿司だけじゃなくて、お好み焼きというのはかなり今世界の人に、知られているみたいですね。はい。名前が難しいのにね、お好み焼きって名前長いですよね。はい。そうなんです。お好み焼きです。これです。これ私が食べたのを写真に撮りました。はい。つい最近、今年私浅草ね、浅草皆さん知ってますね。浅草のお好み焼きのお店に行きました。そこで、食べた写真です。はい。このお好み焼きと、あともう一つこれですね。これ同じお店ですよ。こっちのなんだこれってね。これはお好み焼きじゃなくて、これはもんじゃ焼きと言います。こっちはもんじゃ。はい。明太子のもんじゃ焼きです。はい。明太子がわからない人はちょっと Google で調べてください。明太子です。はい。海の食べ物です。はい。で、こっちはですね、またお好み焼きを作っている途中です。こっちもお好み焼き途中です。まだ完成してない。でももうほとんどできてますけどね。ここの、この、ヘラと言います。日本語だと。このヘラでこう作るんですけど、そのお店で、お好み焼きという名前のね、お店ですね。で、行って、私は外国人の友達と一緒にそのお店に行きました。その友達がすごく行ってみたいと、ぜひ食べてみたいと自分から言って、じゃあ行ってみようかって言って、でなんだかですね、その日本人の友達に紹介されたらしいんですよ。その人があのお店がいいと、あのお店に行った方がいいって言われて、で名前と地図だけ分かったので一緒に行ってみたんですね。でそう場所は浅草です。はい。東京浅草ですね。で行って、でお好み焼きは自分で作ってもいいんですけど、お店の人に作ってもらうこともできるんですね。こう鉄板があって、自分の座るとここに私座っていて、相手の人こっちに座ってるんですけど、こういう鉄板熱い、焼くところがあって、ここのところで自分で焼くことができます。ただ、私自分でできるんですけど、自分でやると疲れちゃうのでお店の人に作ってくださいっていうふうにお願いしたんですね。で美味しかった。はい。で値段もそんなにすごく高いわけでもないし、はい、普通ですかね。はい。美味しかった。で、ただ一番びっくりしたのが、お店の人がほとんど外国人だった。外国の人だったんです。この作ってくれた人も外国の人です。はい。お金を払う時のレジの人も外国の人。何食べますか、何のお好み焼きにしますか、注文をする人も外国の人。もう私が見た人みんな外国の人でした。びっくりしました。はい。そこが一番私はびっくりしてしまって、なんだかちょっと変な気分になったんですね。そう、私はいいですけど、
お好み焼き食べたことあるしね。でもなんか友達は外国の人で初めて食べるお好み焼きで、行ったお店の人はもう見える人、もうホールのに見える人みんな外国人なんですよ。働いてる人ね。働いてる人外国人だし、まあ来てるお客さんもほとんど外国の人で、まあメニューももちろん日本語のメニューと英語のメニューがあって、もうなんか食べてる間もどん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 外国のお客さんが来るんですね。なんかで作ってくれる人も外国の人で、なんだかもう私が外国人みたいな。反対にね、私日本の人ですけど、ここ日本ですけど、お店浅草ですけど、なんか私の方が外国人みたいな気分になって、なんか変な感じって本当ちょっと思いました。でね、なんかあのー別に一緒に行った友達がなんかやだこのお店やだとか言わない、全然言わないし、すごく喜んでくれたから良かったんですけど、なんかねやっぱり浅草だからかもしれないって思ってます。浅草って外国の人たくさん来ますよね。すっごい人気ですよね、浅草って。人気というかすごく有名ですよね。日本の本、旅行の本だともう浅草って絶対ページがありますよね。写真が載ってるでしょ。浅草のお寺ですね。浅草寺と言います。浅草寺。浅草寺テンペルです。あれを皆さん見に来るんですよね、多分ね。だから浅草にはやっぱり外国の人がいっぱい来てるから、お店に来る人もほとんど外国人というのは、ああそっかーとよくわかりました。うん。だからまあね、だったらもうちゃんといろんな言葉がわかる外国の人が働いた方がお客さんにとってもいいということで、働いてる人も外国人なのかもしれないですね。でもなんか変な気分になりましたそうだから皆さんもね、もしちょっとなんかお店入る時ね、どこの何でもなんですけど、観光地、外国人が多い観光地でレストランに入る時はちょっと本当にそこでいいかちょっと考えた方がいいかもしれない。で、全然日本語できない人だったらこういう外国人の人が働いてる店の方が入りやすいし安心かもしれないですね。言葉の問題が起きないかもしれないから。だけど今これを聞いてくださってる皆さんは日本語よくできますから、ちょっとね、あんまり観光地でお店入るのはあんまりおすすめしないかもしれないです。私はちょっと変な感じ。本当の日本ですかそれはって。なんか外国人のために店ができてしまっている、外国人のために店が少し変わっているっていうことがあるかもしれないので、ちょっとね気をつけた方がいいかもしれないと思ってます。はい。まあいろんなことありますけどね。ちょっと私は日本人として変な気分になりました。で、まあその浅草ですから、その浅草寺、はい、ここですね、浅草寺、お寺があります。浅草といったらお寺がありますね。そこでの話、私思ったことがあります。それちょっと後でお話ししようと思います。ねえ、皆さんきっと行ったことあるでしょう。はい。そしたらちょっと JLPT の話ちょっとだけします。JLPT の勉強している人、テストの勉強している人、ぜひ、私の YouTube チャンネルでもたくさん勉強できます。ぜひ見てください。特に読解の問題、難しいですね。私の YouTube チャンネルでも、練習ができます。はい。ぜひ見てみてください。
あとは、読解の合格の仕方とか、読解リーディングでどうすることが大切なのか、何が大切なのかということも話をしています。はい。そして、YouTube では全部のことは話していないので、もっと詳しく勉強したい人、合格本当に今年したいという人はぜひ私のビデオレッスンに入ってください。はい、オンラインクラスに入ってください。オンラインクラスは、ビデオレッスンです。特にこの読解リーディングのクラスはビデオレッスンですから、あなたが時間がある時にいつでも見られます。はい、この中文とか、長文、N1 もあります。はい、勉強の仕方大事です。違う勉強の仕方をしていてもあまり意味がないです。はい。あと試験の時間の時にどうやって短い時間ですね。あれね、時間短いですよね。あの時間に答えを出せばいいかというテクニックがあります。その話もしていますので、ぜひそれは私の、オンラインクラス、ビデオレッスンに入ってください。はい。入るためにはリンクが下に今日のコメントのところにリンク書いてあります。オンラインレッスン書いてありますので、そこから申し込んでください。そしてプライベートレッスンもあります。これは Zoom を使って私と勉強します。話しながら勉強しましょう。これはビデオレッスンではありませんよ。これ私一人とあなた一人で、授業をします。はい。これも JLPT のリーディング、読解でもいいし、会話でもいいし、EJU でもいいし、はい。何でもこれは勉強を一緒にします。レベル N5 から N1 までどんな人でも教えます。そして Zoom レッスン、あと2つあります。Zoom レッスンのグループレッスンです。私一人と学生さん何人、たくさんですね、のグループレッスンです。これは会話の練習のクラス。これ土曜日ですね。土曜日にしてます。あと、これもグループレッスンです。ビジネス日本語のグループレッスンです。はい。これは日曜日に授業をしています。はい。どちらもとても面白いです。はい。ぜひ練習したい人、私と一緒に、そして友達と一緒に勉強しましょう。では、この申し込みの仕方は下のオンラインレッスンのリンクから入ってください。今日のコメントのところに書いてあります。私の Twitter もありますので、ぜひフォローしてください。これも、下にリンク書いてあります。コメントにリンク書いてありますよ。では、お話戻ります。さっきのね、浅草寺、浅草、東京の浅草にある、お寺ですね。浅草寺。はい。浅草駅からもうすぐ着きます。そこのお寺です。はい。多分日本に来た人はほとんどみんな1回はこのお寺に行くと思います。はい。それはいつからなんですかね。もう今はもうお客さんが来てる人がもうほとんど外国人だと思いました。はい。私8月とか8月、9月10月に何回か浅草行ったんですね。友達と一緒に観光のためにそこに行ったんですけど、まあいつ行ってもまあ人がいっぱいだし、ほとんど外国人。はい。日本人を見つけるのが難しいぐらいほとんど外国の人がもう来てる人がもう外国の人。はい。それはもうアジアの人もヨーロッパアメリカの人もいろんな国から来てるなというふうに思います。はい。まあなんでしょうね、なんかねいいんですけど、やっぱりちょっと思ったのは、私が子供の時に知っていた浅草寺、このお寺ね、浅草寺と言うんですね。浅草寺って書いて浅草寺と読むんですけど、
私が知っていた浅草寺ではないです、もう。はい。もちろん私が子供の時はあんまり外国の人来てなかったし、そんなに今ほど人はいなかった。あのもちろん週末とかお祭りの時に行ったらとても人いっぱいいますけど、平日の昼に行った時ってそんなに人いない、そんなに混んでるっていうイメージはなかったんですね。でそして外国人の人はそんなにいない。だから、静か、比較的もうちょっと静かな穏やかなお寺というイメージがあったんですね。あとはこのお店がたくさんあるんですけど、で行ったことある人は知ってますよね。ここの、お寺の前のとこに、前の道にいろんな小さな店がありますよね。そこも昔とやっぱり今は少し変わったっていう風に感じます。昔はやっぱり日本人向け、日本人が好きそうなものが売っていたし、今だと外国の人が好きそうなもの、あとこう英語でちょっと書いてあるとか、そういうのも増えましたね。だからどうしても変化はしますよね。変わることは仕方ないんだけど、でもなんだかもうね、やっぱり混みすぎてる、人が来すぎているっていう風には感じました。人が来すぎていて、少し落ち着かないなっていう風に残念ですが思いました。とってもうるさいわけではないんですけど、人がうるさくしているわけではないけど、やっぱりあんまり多すぎるのも、なんだかここだってお寺だし、なんかいろんな人間の心がそこにあると思うと、なんかここのお寺に来て自分の心が穏やかになった、静かになったということはないですね。なんか忙しい感じですか？なんか騒がしいというか、ざわざわするというか、もうお寺というよりもう一つのエンターテインメントの場所。うーん例えばディズニーランドみたいな、ちょっと遊びに行くような場所になってしまったなっていうのがちょっと残念だなっていうふうに思いました。それは日本人として思うんですけどね。でもそれによって外国の人がたくさん今は来てくれることで、それも平日でも人がいっぱいだから、土曜日日曜日行ったらとっても多いんだと思うんですね。もっともっといるかもしれないですね、人がね。そうなると人がいろんなものを買ってくれるから経済はいいですよね。だからもちろんそれでお寺を直したりいいことはたくさんあると思うので、いいんですけど、ちょっと雰囲気モードが昔の日本では全くないし、日本の日本を感じられる、あ、これが日本だ、って思う場所ではないと思います。もう日本のイメージよりも外国の人の数が多すぎて、もうその人たちのエネルギーの方が強すぎて負けてる感じがします。だからもうね、ここにいても日本語聞こえないんですよ。ここに立っていても、ここにいても日本語は全然聞こえないです。ほんと不思議な場所です。だからね、なんかね、なんだか浅草寺、浅草は、なんか一回行くのはいいけど、これが東京だとか、これが昔の東京だと思わないでほしいし、なん
2回目行く時間があったら、例えば日本2回目来るんだったら、もっと別なところに行った方がいいかもしれないです。はい。あのうんね、やっぱりこうじゃあどこに行けばいいんですかってね、わからないですって思うと思うんです。だけどそれはね、私も今答えは出ないけど、そして人によってこういうのが好き、こういうのがあんまり好きじゃないっていうのがそれぞれあるので、できれば友達がいたら、日本人の友達がいたらそういう人に聞いた方がいいし、あのまたはレストランとかに行った時に、日本でレストランに行った時にもしお店の人と話すチャンスがあったら、あのどこがおすすめですか、日本のどこがおすすめですか、あまり知られていない有名じゃない場所がいいですって言って、日本人がよく行く、でも外国人はあんまり行かないようなところがもし知ることができたら、ぜひちょっとそういうところ行ってみてほしいなって思います。今日本はね、旅行に来やすいですよね。日本の円が安くなっているので、来やすいので、来るチャンス多いと思うんです。で、2回目来るとかそういう人も多いと思います。その場合はぜひね、有名な観光地はもう本当に外国人でいっぱいです。私京都も今年行ったんですけど、もう京都も日本人探すのが大変。ほとんど外国人、日本語が聞こえないということがよくありました。変な気分になりました。ここはどこ、私は日本人ってね、あれ外国ここって思ってしまうようなこともあるぐらい、なんだか変な感じです。だからみんなが同じところに行ってると思います。富士山もそうです。富士山、うん、みんなと同じとこ行かない方がいいですよ。もう一回行ったことあるんだったら違うところをおすすめしますね。ぜひちょっといろいろよく調べて、自分の好きな好みのこういうタイプが好きっていう場所にぜひ探して頑張って行ってほしいなって思いますね。あの観光地というのはもう観光客のために街を変えてます。はい。だからちょっと雰囲気もう変わってるので、なんだか本当の日本じゃないことがあると思います。変な感じがします。だからちょっと気をつけてほしいです。日本語わかる皆さん、特にちょっと探して違うところおすすめしますよ。ね。まあ、もちろんね、お好み焼きもどこかで食べるチャンスあったらぜひ食べてみてください。大丈夫です。お好み焼きそんな絶対にここで食べないと美味しくないです。そんなことないです。他の外国の人来てないけど日本人ばっかりでメニュー日本語しかないけどっていうお店もちろん美味しいですから、安心してください。大丈夫です。いろんなお店ぜひ行ってみてください。ね、本当に旅行を楽しんでください。そして勉強をよしするぞ、よし私と一緒に勉強するぞという人はぜひぜひ、私のオンラインレッスン来てくださいね。リンク今日のコメントのところに書いてあります。そこからリンクに入って申し込みしてください。お願いします。そして私の Twitter もありますよ。フォローしてください。